感じで今日はザ・レジェンド3回目ね。レジェンドといっても今でも活躍してるレジェンド。レジェンドじゃないでしょ俺。そういうシリーズなんだ。はい、レジェンド。何のレジェンドだ。ね、役者仲間来ていただきました。はい、千葉世紀。はい、千葉です。じゃあまあ自己紹介よろしくお願いします。自己紹介って自己紹介何を？みんな顔を見たことある。この人千葉世紀って言うんだ。なんだろう。はい、どうぞ。いやまあ役者をねやってるんですけれども、まあ細々とずっとやって映像デビューした時に僕ピンク映画でデビューしてるんですけど、ちょうどその頃にね、河野さんとその前に会ってたけどね。そうさっき話してるんですが、ありがとうございます。そうだよね。すごいね、ロックだね。ロックしかないし。じゃあ、どうもどうも。チューズ。美味しい。だからその当時に再会したってことですよね。最初にいやびっくりしましたよ。あれがないだから池島組の痴漢電車だった。そうじゃなかったっけな。いや俺最初に出たのはあれなんですよ。痴漢電車の痴漢教師ね。痴漢教師。そうそれのなんかね。中道さんが主演の2ってやつで、そうだよね、2だよね。その時にいや一緒に出たの3なんだけど、2の時に、あれ中道さんのシリーズだからね。そう中道さんがだから1本目中道誠二という役者です。いい役者ですよ。まあ年は私と一緒で川崎宏之、同い年なんですか。中道誠二、当時河野海一、これは3人同い年でしたね。でだからなんだろうちょうどね、1年やろうと思ってた企画ポシャっちゃって、その当時はなんだろう舞台しかやってなかったんだけども、そんでポシャっちゃってなんか俺のことを励ましてあげようっていうお友達がね飲み会をやってくれて、その場所に北千住博さんが来てたんですよ。あの人はドキュメンタリーのディレクターさんなんでね。でいやちょっと僕ドラマの方って知り合いいないんだけども、ピンクだったら紹介できるよと。でほら俺らの世代ってほらそれこそ日活ロマンポルノとかさ、そういったものってこう見て勉強してたわけじゃないですか。俺ねだから俺はほら市川で市川でっていうかずっと市川で大倉があったのよ。あ、そうなの。バス停のちょうど学校雨の時だけ学校バスで行って、帰り市川駅に行く途中一個手前に止まるとバス停の前がね、ピンク大倉だったの。あ、そうだったんですね。大倉っていうのが大元ねピンク映画館ありまして、でたまにそこでサボって見て出てくると「あれ何やってんの河野君」って言われて先生と会ったことが一回あった。バスで帰んのかよ先行みたいな。じゃあピンクを見てたわけだ。だっていや高木さんとか見たよ。ムーミンパパ後私がお世話になる演劇集団縁の高木仁さん。この人知ってると思って。それはロマンポルノでしょ多分。ダブルロマンポルノ、だからでも大倉にかかってたんだよ。それはだからなんてピンク館で両方かけてたでしょ多分。そうだよね、そういう時あったよね。成人映画館っていうことで、っていうことでしょ。で全然それだからそんなたまたま見た時先行じゃない先生と会ったのがあって、あとはねクイーンの前売り券を買いに上野のその券売り場で徹夜で待って買えちゃって、それで当時知らなくて世界劇場入っちゃって「お兄ちゃん」って言われて股間に手が来てぶん殴りそうになって出てきたのが2回目。知らないで入るようなとこじゃないと思うんだけどね。ほら金髪の絵が描いたんぜって高校だから高校生3人で入ってて1階じゃなくて地下行っちゃったのね。ああそれは驚いちゃうね。それピンク知ってる人だけど地下やばいよね。地下やばいと思う。今の子でもやばいけどね。いや知らないんだけど。自己紹介と知らない。いやまあそれでまあだから河野さんとはその頃ですよね。で結局なんだろうほらピンクだったら紹介できるよっつって言われて、で面白いじゃないですかって言ったら嘘絡みやるみたいな感じで、そういややるでしょっつって、役者だったらやるんじゃないですかっつっていう話したら、じゃあね来週に撮影があるんで、
それでだからなんか内虎でね最初にその行ったのが、痴漢教室打つやつだったのね。ああそうなんだ。でその時はでも本読みとかないだからマジ現場いやただだけどそれはクレジットはされてんだけど内虎だから、アフレコは俺一言なんか喋ってるのは北千住博さんが入れてんのよ。そうでそこでアフレコとかね今の人知らないからはいいやいや何が先生いやね当時ほら産後フィルムで撮っててそれで現場で録音してないのでまあオールアフレコだったんですね。まあ元はだから日本映画はアフレコが原点だからね元はね、道録なんてのは本当に今平あたりからね産後を担いで出た時代だからまあとにかくだからシンクロできないってことでオールアフレコだったわけなんですけれどもそれでだからまあ最初に出たのはそれがまあ最初って言えば最初なんだけどもあれをデビューとするかどうかなんね。で現場で池島さんとちょっとだからお話、まあ、監督とお話ししてじゃあ出るかって話になってそしたら2本先まで決まっちゃってそうで1本目で普通のピンクでその後だからなんだっけあれですよあそこそう俺から出て絶対注意しないからねってそうなのだからそれでそれがでそっからだから2年ぐらい池島さんの組出てたのかな。ああそういやでもねリコさんもアメリカなんでまあ脚本がね五代さんともう池さんも千葉ちゃんうまいよねって千葉ちゃんとなぜかしら2人はね千葉ちゃんと平賀先輩好きなんでカンちゃんいいよねいやとんでもね何大先輩ですよ。いや平賀さんもね平賀さんってだってあれでしょ自由劇場ですもんねあの人ね。まあねだから平賀先輩もね AV って俺平賀先輩だから俺の劇団作った時に、まあ、やっぱりそのはみ出し好きで言ってたやついるんだよ。まあ出なかったんだけど「ねえかいちゃん」って何して「役者さんいるんだよ」って出た平田先輩それで「AV やってんだよね」って俺もその時知らないから「AV か」ってなんか5時の時報が「AV か」って言ってそれが後で言ったら「バーンお前外人俺だよ」とか言われて「平田先輩っすか」とか俺見てないですけど「お前見てねえのか」とか言われて。なんかね、針をね、なんか飛び回って、それこそ清水幸次郎さんのネズミ講座みたいな、こう黒色テントじゃないけど、はみ出しながら土の上だけどさ、やって、俺が見た時は最後、軽トラでバーって逃げてってよ、なんか。こうやって、軽トラでブワッて行って、あ、これがはみ出しか、鳥羽山文明かと思ったけど、その後飲み会行かなかったからね。行かないってなんで。雨降ってきたね、これ。いや降ってないでしょ。雨降ってきたよ。嘘降ってない。俺給水がすぐ分かんない。ほらポチッと嘘でしょなんか。知らない？降ってない。まあいいんだけどさでなんだろうだからそれで一個説明してて分かんないよ。アフレコも今のじゃ分かんないよ。いやだからさっき話した。言うとさ、これ最後まで指はしゃぶんなかったからチューする音をやるわけですよ。でみんなこう指しゃぶ冗談に俺できるよとずっと最後こう口でやってたからね。別に中村さんに怒らんなかったよ。まあそういうちょっとねマニアックな話ですとね喜ぶ人ね。なるほど。だからアフレコ結局まあこうやってね。俺これでやってましたけど。本当やっぱねあれはね逆にうまくできるなと思ってまあそれはいいんだけどそんなことはね絡みの音なんかそう中村さんってねなんていうの音声技師って失礼だよね。マスコの主だもんな。シネマジック。シネマジック違うじゃん。シネキャビンっていうね。いやそれでだからそうですよ音効をやってらっしゃったんでしょ。だからね有名な作品のねやってらっしゃいますよね。そう監督もあそこであれアフレコでなんか音入れたって言ってたよ。ああそうなんだ。だってそのねこの何やってる時にピシャピシャって音をこんにゃくでピシャピシャってやってたっていつの時代ですかって言ったら「バーお前今でもやるよ時々」とか言われた。あれでも有名なのだとさあれじゃないですか。右足に男の靴を履いて左足にハイヒールを履いてで2人分の足音を1人でやるとかっていうのってなんか離れ技があるっていうの聞いたことある。そうだ昔はそうやってでもそれが映画になってくるとさ本当に要はピンク映画で昔はそれこそフィルムでね
35ミリのそのまあ35ミリ、その下16ミリ、その下8ミリあります。で35ミリの要は一般映画と同じフィルム撮影でやるからっていうんで、それこそさ東大出てさなんか助監督で来たやつとか誰とは言わないけどいっぱいいるわけよ。要はそのフィルムカメラの現場に行かれるとね、いやピントちゃんと合ってるかどうか知らないいけないんだけど、そういう現場に行かれるってんで登竜門じゃない。だけどそこでまあギャラも高くない、寝ることもできないだけどそこでフィルムカメラに触ることができてね、ちゃんとねメートルじゃなくて測ってでフィートで測って、それで編集の時もね、編集というかまあつなぎの時もねピチピチってやってこうつなぐこともできるしとか、そういうことができるっていうんで本当にね制約っていうか、まあ一つの条件として何分かに何分1回何分のまあ絡みが必要だっていう縛りがあるだけで、題名も本当はみんな違うんだよね。ちゃんとした題名で本書いてきて、まあ、それが、まあ、さっき言った大倉とかエクセスとかそういうとこでじゃあこういう日ね昼下がりなんとかズバの舞台みたいにしてくださいって言うんだけど、監督の中ではそれはない。もちろん作っているそのスタッフの中でもそれはない。まあ、そういうことでいろんな人がいたよね。そうですね。だからなんだろうね、今おっしゃったけども産後フィルムでなんて言うんだろう、映像デビューできるって、ね、商業でね、すごいよね、だからそれすごい。大体俺なんかさ、いや千葉ちゃんほど俺は舞台でもでかい役やってなかったからあれなんだけど、要は女優の次に名前が出てさ、それでさ台本一応ほらね、みんなそんなやつらだから台本作んなきゃ気が済まない、まあ規則があったかとかしてくれるわけじゃん、台本にさやっとこでセリフがこんな嬉しいことそうですね。まあだからなんですかね、俺は良かったと思ってるんですけどね、本当に俺もそうだって、それまで台本重ねてもらったっていうのは1回だけ夜の深夜のドラマでレギュラーもらって、その時に「来たよ!」って台本重ねてもらって、それでも中やっぱり5ページ、多くて5ページぐらいだったからな。それがピンクいったらもういきなりほほっていう感じで、まあ、やる気が出るよね。まあ女優さんもね AV と違ってそのお金がいいわけじゃなくて、まあいいんだろうなだけどまあ制約がさ大変で、まあ、やっぱり芝居嫌いじゃこれはあんな、まあ嫌いな人もいるか、まあその時期によるよね。AV からなんか事務所の関係で来たっていう人はやっぱりこんな辛いのって二度と来ない人もいるけど、まあ中にはさ芝居が好きでやりたいからって言うんで、まあそれこそね体投げ打って来る人がいるわけじゃない、そういう現場だからこっちもやってて本当にあるいい意味で戦いでさ、スタッフもさこうやってやるとさ、あなるほどそうだなと思うしさうちはやっぱりスタッフが一番教えてくれるよ。いろんな現場行くとそこがね、なんか夜さ俺なんか役者としてあんまりこうつまらないじゃん。でロケとか行ってスタッフ部屋入ってさ「お前ちこちかい」ってこうやって「お前俺がライターってどこ行ってんだ」とか笑いながら言われると「すいやせ」とか言いながらやっぱりそうなんだなと思うよね。最小人数でね、本当それあるよね。ものすごくだから人数少ないじゃないですかピンクって。そのただだけどギュッとしてますよね、そういう意味で言うとね。なんかね俺だからそれから投資と一緒にやった時俺カチンコを出されてああそうなの。女優の前のカチンコを出すがすいませんって言えって言われて「はいすいません」遅いよカチンコのがって「いやいや俺?」みたいな。ちゃんとねカチンコカチャンってやるやつね。だからフィルム本当バッと回っていくらも世界だからカチンコを入れないと編集の時できないから、だからシーンに、ね、テイク2とか入れるのパッて入れるんだよ。で普通のカチンコだからデジタルじゃないからチョークで描くわけよ。でギリギリで、まあ、レンズにもよるんだけど今だから分かるけどギリギリで撮ってる時は女優の顔の前じゃないと数字がボケちゃうからやるカチャンっていうやり方によってチョークの粉が残っちゃいけないとか、いやいや俺そこ学びたくねえしとか思って誰だったんだろうカメラマンって誰だっけな、すげえ怒られたんだよ。それ何組の話？いや池島組だよ。マジで？当主と一緒になったんだけど、当主と誰だっけな、誰かと一緒、女優さん誰だっけな。でもさ、当主さんと一緒になったってことは俺もう出てない頃ですよね。だって俺出てる頃に当主さんなんか出てないもん。だって当主って言われたって全然分かんなかったしその前なんかだって俺当年の時俺柳宗悦君ってねいい役者がいいんですよ。今度は彼も呼んで3人で飲もうかな
こういう感じでこういう感じで帰っちゃうからさそうだからそうだからいや当時劇団の時はもう覚えてないんだよな。なんか知らんけど一個俺の下の、まあ、養成所でね入ってやってたみたいだけどね。そうですよね。2人とも結構いろいろ言ってるからね。そう俺当時全然知らないんだよ。だってその後 V シネでねエロじゃない V シネの方でなんだ弁護士かなんかで来てすれ違って「おお!」とか言ったらなんか「ほう」とか言われたけど。ああそうなんだね。ヤクザの女でなんか俺が刑事でなんか俺シリーズゆうやくんがずっと俺がなんか刑事でもうゆうや偉そうに「お前これすごいじゃん俺以外でレギュラーで出るのガイさんだけで知らねえよお前何年ぶりにやったって」ゆうやさん偉いからね。いやいやゆうやはすごい前も言ったでしょ。だからあれだよ泉谷ゆうやになるとか別に向こうじゃねえとかすごいよね。どっちだよとかまあそれあんまり言わねえ。シェギナベイビーが一時だから子供だけ取られてまあ今一人であんなこと言っちゃう。そういう話これちょっとそれはまずいよマジで。前も言ったもんマジかよ。いい役者でもいい役者だよね。好きだよね。いや実はついこの間会ってさ、そうなんだ。それはそれでいやだからゆうやくんなんかも結局ピンクで知り合ってるじゃないですか。俺もだから一回だけ出た芸映画でゆうやくんと一緒だった。あそうなんだ。そうカンデカなんかがなんか腹出してヘロヘロ言ってるやつは忘れちゃった。ああそうなのね。で池さんが一回出ろと言って、いや俺やだよ絶対チューしないからねって言ったからなんかチューはしなかったの俺。まあそれどころじゃなかったんだけどああま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 ああそう神戸って帰っちゃったなあいつも。どうなんですかね。俺も全然知らないんだよな。あいつもなんか急に来るってなんか人のことよ殴りかかってきたから殴ったあマジで。ねなんか知らんけど殴りかかってきてでも殴ったあそうなんかあいつ変なかみさんのとこだ一緒になったじゃん。まあその話知らんわ。であいつある日来たら歯がねえんだどうしたって言ったらかみさんにフライパンで殴られたってお前何言ってんだお前もかけたんだよ。そうかみさんと俺だからエロ V シネかなんかで一緒になっててガイさんってこと誰だろうなと思っておせチェイサーでビールを飲むとか強いねいっぱい来たよね。いやいやまあいいやでまあピンク映画でそうあれ何年ぶりなんだろうね。だからどうも5、6年。いやだから実際に俺そんなに本数ピンク映画ってやってないんですよ。さっきも話したんだけどもさ俺もそんなしてないの。30本出てりゃいい方なんじゃないかなと思ってだから全然語れないんだけどピンク映画に関してなんて。知ってる人としてね。まあだから僕が出てたのはで池島さんのとこ出てたじゃないですか。であと北澤監督に2本ぐらい使っていただいたんだけどもその後3本出てるんだけど1本はあれほら川瀬陽太君のシリーズがあったんですよ。パート2まであってまあそれはいいんだけどその話はいいのよ。だからで思いはあなただけで映画があったんですよ。川瀬君のかっこいいやつがね。それで2の時にこれだから友達の徳原君っていうのが川瀬君の相手で出てんだけどもさ最後対決するんだけどで俺テレビキャスターかなんかの役でニュースでそれ中道さんがゲイかなんかの役なんだけれども見てるテレビで喋ってるキャスターが俺っていうで俺がウルトラマンティア出たと一緒で俺ウルトラマンティアの時新宿の画面の中で皆さん怪獣が出ました逃げてくださいっていう役でいやそれでだからまだある全然いやそんでそれ入れると3本出てるのかな。俺が出るようになった頃にもう北澤監督ってあんまりピンク取っておられなかったんですよ。あそうなの。そう全然そのあたりはピンクだけ一回も使ってくれなかったからそれでだからもう撮ってないもんだってそもそもで出たでしょ、でその後あれですよ講和クリエイティブってとこで坂本太さんの組に呼んでいただいてて、坂本さんの時一回も俺使ってくれなかったで坂本さんそこのあれで言うと、佐々木信義さんっていう方いて、もう今監督されてないんじゃないかと思うんで前に V シネで先に使っていただいてて、でその後だからちょうどねピンク時代のなんか思い出話なんだけども、中道さんが佐々木信義さんの組で男で主演で出た時になんかレクター博士みたいな役やったんだけども、でスケジュールで自分で
アフレコできないからお前やってくれって、まあでもさただあるじゃん。いやその話とかしたら面白いじゃん。だからただアフレコってさっき言った中村さんっていう人が仕切ってるシネキャビンっていうあれ四谷なんだっけ住所的だよね。4丁目4丁目だよね、まあ今もうなくなっちゃったんだけど、そこのね、さっき言ったように要は予算大事だからアリフレックスの要はニュース用のカメラを使う。昔のね何がないかっていうと、ハウジングっていうのはないからフィルム回る音がグワーッとするわけよ。そこで当時すごいんだよ。川の前で芝居して当時が俺の前にいます。川見てます。俺あいつのきっかけでブソブソ言って何言ってか分かんないって池さんがいいから帰ってしゃべれ口を動かせってそういう世界なんですね。でさっきそれ分かるかな。それを作ったのがそれをうまく使ったのが森重久よ。わざと画面に口元分かんないんでボソボソって言っといて後で好きなことを言うというまあそれはいいんだけど、まあそこのね今言ったようにそんなさ高額なギャラもらってピンク出てるわけじゃない。みんな出たいから出てるんだからって、それ言っちゃいけないんだけど、仕事だからね。で予定があってアフレコさっき言ったねアフターレコーディング、要は声をリップシンクって、唇見ながら自分の映像を見ながらセリフ動き息遣いあんまりオーバーになっちゃうとあれだけどみたいなね、それをやるわけですよ。でそこで、予定が合わないと、声変えるわけにいかないけどね、変な話ピンク映画見に来てる方よっぽどファンじゃなければ男はストーリーの語り手みたいな形で見てくれるから誰が声出そうと言ってそこで代役が来る、そんなことがありましたね。女優のねアフレコなんかもね、アフレコっていうか当てレコですよね。あったりするみたいだけど結局そのスケジュールが合わない時に、人にやってもらうみたいなことってわりかしありましたよね。俺はね全部やって自分で暇だったから俺一回だけね俺も頼んだことあってなんだけども、いやとりあえずそれで中道さんのオールアテレコやったんですよ俺。そうそれの時に坂本さんが見にいらしてて、それでうちの組出ろよっつって言われて使っていただいてたので、俺は結構出たよ。だからいろんな人も出たよ。だから着物ばっかり通る人誰だっけ、有名ピンクの着物好きな人、自分で着物持ってくる人。いや知らない。巨匠誰だっけ、そう出たな。稲尾さん稲尾さんも出たし、あとほら亡くなっちゃったなんだっけ中野にバーを持ってた小川さんだっけ。小川健さん。そう出たよだから出てるじゃないですか。だから出てさ面白かった。なんか何も演技つけないでいいよ好きにやってって、いやとかでやった。小川健也さんって言ったらピンク映画の早々期からの監督さん。人ね、そうだよね。だからあの人が絡んでて石井照夫さんの地獄っていうのに俺が出させてもらったんですよ。あの人がだから今度小林君っていう中村さんの助手やってた人から言って誰かいないかだ、本郷二郎さん。本郷二郎さんのでかいやつ。本郷小次郎さんがもう体力的にダメだからっていうんで、それで私が石井照夫監督のね。で石井照夫監督の家に集合行くともう VHS がいっぱいあって千葉真一とか書いてある。あれ河野さんの役ってあれだよね、殺された坂本弁護士の役だったよね。そうだよね。あの時だからピンクしていっぱいいたのよ。俺の奥さん役の人もね絡んだことはないけど見たことのある女優さんだった。そうでもセリフボロボロで大変だったのこれ。そうだったのね。だから台本が1日前まで来ないんだもん。そうなんですか。それで坂本さん役だから太った方がいいだと思って夏だからビアガーデン行ってもうガンガン飲んでぶつぶつ帰ってきたらまだ生きてたおふくろが「お前台本来てるよ」って「って見たらこんないっぱい現場で「てられかかってんだ」って。いや石形とか言わないよ。ずっと有名な仮面もいいじゃん。年取ってる人誰だっけ。いっぱいいるよそんな人。あれどうなったかな。キャメラもういない人、もっと前の人そういう人よ。そういう人にさ「お前」って言われて「ちょっと待ってちょっと20分だけください」って言ってバーッと覚えてきて、だって裁判のところで長セリフだってさもうしょうがねえやと思って言ったんだもん。いや前日きついっすね。仕上がり見てがっくりきたしね。せっかくいい役もらったのに。それがほらあそこの大倉の
新しくなったところの、1番目の1本目の映画なんで地獄ってああそうなんですか。そうこけら落としたあのでその時言ったらあ里見がなんか売り子みたいなことやってフィルムの捨て買って売ってた。里見ちゃん出てたんだよ確かに。里見が違う出てないんだっあれびったりくっついて衣装とかやつ出てはいないの。偉いよ出たよ多分出てたよね。出てたでしょ。びったりくっついて衣装とかやつあーそうなんかちょっとピンクと離れましたけどね。まあつながりっちゃつながりだはね。まあそういうピンク映画ってのがあったんですよ。でまあねいいけん。いやあったって今でもあるんだけどさ。だからもう今はほらフィルムじゃなくなってからもうそういうねただねあの当時はなんか本数まだ撮ってましたよね。需要があったからね。うんそうですね。だから俺がガサっちゃったごめんなさい今触っちゃった。俺が出始めの頃ってまだね100本以上撮ってたと思うんです年間で。そうなんだよね。だから要はだから需要があってて失礼なの変な話なんで35ミリフィルムで撮るかっていうと上映する映画館がその映写機映すのが35ミリしかなかったから。ちょっと失礼。だから